皮目だけ先に、湯につけますと。身の間に打っていくと。だいたいね三枚おろし失敗する時ってはい、今日はこちらですね。アイナメ、アイナメのくずたたきということで、春っぽいね一品を作ろうかと思います。まずはこの鱗を取っていくんですけれど、こういうね、細かい鱗が身にびっしりとくっついていますんで、このね鱗はまずは金だわしで、取ってしまいますと。作業しづらいようでしたらこのヒレを先にねハサミで切ってしまってもいいのかなといった具合ですかね。この魚関東ではアイナメで基本的には流通するんですけれど、西の方だとね油目って言ったり、あと地域によっては油子って言ったりね、意外と呼び名の多い魚だったりしますかね。あとね北海道だとアイナメによく似た魚でホッケってねなかなか丸で見る機会は少ないと思うんですけれど、ホッケはね見た目はアイナメとほぼ一緒の見た目をしてたりしますかね。尻尾の形がね若干違ったりするんですけれど、そうホッケはアイナメの仲間と。続いて頭を落として内臓を抜いていきます。このね、くずたたきはね皮ごと調理する料理ですんで、このねゼイゴのライン、このラインにね鱗が残らないようにしっかりと、鱗の取り残しを確認してから頭を落とすようにしてくださいと。引き引きの要領で残った鱗は引くことできますんで、ここのね鱗を残さないというのが一つポイントではありますかね。でこういった形で鱗をしっかりと落としましたら、腹びれのね際から包丁を入れまして、この胸びれのねラインで頭を落としていきますと。アイナメってね意外と骨は硬いので、この時にね指を切らないように、お気をつけくださいと。頭を落としたら、おへそのラインから腹を開きまして内臓を抜いて、この腹膜に傷を入れて血合いを掃除していきますと。そうでね、アイナメはね結構匂いの出やすい魚なので、とにかくね鮮度のいいものを選ぶようにしてくださいと。あとねこれ締めてあるアイナメでしたら尻尾がこういう状態になっていますんで、この尻尾もね落としてしまって血合いをきれいに洗い流します。こういった形で血合いを掃除しましたら、3枚におろしていきます。アイナメってね細長くてなんとなくおろしづらそうなイメージがあるかと思うんですけれど、先ほどお話しした通りねアイナメっていうのは、骨自体はとても硬い魚でして、しかもねこの背骨のね感覚がねとても細かく並んでる魚なんですよね。おろすこと自体はさほど難しくはないと言いますか、このおろしてる最中に包丁がね骨の下に潜ってしまうようなことは、まずないかなと。骨が非常に規則正しくね隙間なく並んでいますんで、だいたいね3枚おろし失敗する時って骨の下に包丁が潜ってしまうようなことが多いかと思うんですけれど、アイナメに関してはね比較的包丁は下に潜りづらいのかなと。反対側もね同様におろしていきますと。3枚におろしましたら、続いてあばら骨をすき取っていきますと。アイナメってこのあばら骨がね結構身の深くまで食い込んでますんで、この時はね多少ね腹の身を削ってしまうのは致し方ないのかなと。頭の方に行けば行くほど身の深くに骨が食い込んでいるっていう、そういうね構造をしてますので、多少ねここの身を削ってしまうのはやむを得ないのかなと。あばら骨をすきましたら今度ねここに残った血合い骨を
骨抜きを使って抜いていきますと。これね、アイナメの骨というのは、こういった骨が結構ね身の奥深くまで食い込んではいるんですけれど、鮮度がいいとねこの骨が途中で切れてしまうんですよね。なので、切れてしまったらこの後ね包丁入れていくんですけれど、そのつどつどでね見つけるたびに抜いていくと、このね身の表面の方でブチッとね骨が切れてしまう分には骨抜きで探れば抜けるんですけれど、身の奥の方でね骨が切れてしまったら無理にね骨抜きで抜こうとせずに、包丁入れた時に骨を抜くと。血合い骨ね、アイナメの場合は通常よりも結構ね尻尾の方まで血合い骨が入り込んでおりますので、この辺のね血合い骨も残さないようにしっかりと抜いてくださいと。血合い骨を抜きましたら全体に軽く塩を振りまして臭みを抜いていきますと。塩はね薄く身全体に振りまして、だいたいね5分から10分程度、味を入れるというよりもこの臭みを抜くということが目的ですんで、あまり強くね塩は振りすぎないようにしてくださいと。最初におろすのはそこまで難しくないとか言ったんですけれど、この辺ねちょっと段差ができちゃっていたりで、今回はちょっとね下手くそなおろし方だったりしますかね。もう皆さんはねこうならないようにきれいにおろしてくださいと。5分ほど経ちまして、身の表面にうっすら水分が浮いてきましたら、一度水で洗い流しますと。身をね水洗いしまして、よく水気を拭き取りましたら、ここからね身に包丁を入れていきますと。これね、人によってはねこっちの向きでこのねそぎ作りの要領でこういった形でね包丁を入れる方もおりますし、骨切りの要領で包丁を入れる方もいますしと、どちらもね好きなように入れていいと思うんですけれど、ここでのコツはねしっかりとね皮目ギリギリまで包丁が入っていると、もうこの状態までね奥までしっかりと包丁を入れるというのが、一つポイントではありますかね。包丁の入りが浅いとこの後ね湯に落とすんですけれど、その時にしっかりとねアイナメの身が開かないといったことになりますんで、ここでねしっかり奥まで包丁を入れると、こんな感じですよね。しっかりこの皮目ギリギリまで包丁を入れるようにしてくださいと。そうで、これねハモの骨切りと似た仕事ではあるんですけれど、ハモの骨切りはねもっと細かく包丁を入れるっていう仕事で、これねハモの骨切りほど細かく包丁を入れると、この後ねこの身の間にくず粉を塗っていくんですけれど、その作業が非常に手間になるので、目の粗さはほどほどにするようにしてくださいと。先ほどお話ししましたように、もしね切っている最中に骨の感覚がありましたら、その都度でね、こんな感じでね、しっかりと残った骨は抜き取るようにしてくださいと。アイナメっていうのはね、なんとなく大衆魚のイメージがあるかと思うんですけれど、意外とね料理屋さんでは重宝する魚でして、これねアイナメってね春から初夏にかけての魚なんですよね。でね、この時期ってねちょうどね、例えば金目の脂が落ちてきたりだとか、あと桜鯛もねもう一通りお客様に出し終わって、そろそろね前回出したメニューと重なってしまうななんて、かといってね、夏の魚にはまだ早いみたいなね、そんなね5月6月にアイナメがあるとね、蒸し物煮物焼き物揚げ物と、あとお刺身なんかにしても美味しいですしと。身の切り付けが終わりましたら、
今度はこのねアイナメの実にくず粉を打っていきますと。アイナメの実にくずを打っていくんですけれど、くず粉ってね通常ねこういうねカチカチの塊で流通していると思うんですけれど、この状態だとねどうしても塗れないので、これはね当たり鉢すり鉢でこう細かく砕くか、あとはねフードプロセッサーなんかで砕いちゃう人もいるんですかね。僕の場合はこれ当たり鉢で当たってこのねサラサラになるまで粉状にしてから実に打つと。くず粉をね打つ際はこういったハケを使ってハケに粉をつけて、実にねくず粉を打っていくと。で最初に表面に打ちまして、続いてねこの実を軽く開いてこのね実の間に打っていくといったイメージですかね。この際の注意点としましては、ここでねくず粉を打ちすぎるとなんかねもたっとした食感のね魚を食べているのかくずを食べているのかよくわからないようなちょっとやぼったい料理になってしまいますので、ハケで塗りながら、余分なくず粉はしっかりと落とすというのがこのねくず打ちのポイントではありますかね。これ実の方にはくずを塗るんですけれど、僕の場合は皮目にはくずは塗らずに料理していますかね。これどうなんだろう、人によっては皮目にくず塗る人もいると思うんですけれど、僕はねなんとなく皮目はしっかりと火を入れたいというのと、やっぱりどうしても皮目って匂いが強いのでくずで覆ってしまうとこの匂いがねくずの中に残るようなイメージが勝手にあるので、皮目はくずは塗らずに実だけねくずを塗るようにしていますかね。包丁入れる際にねこの感覚が細かすぎるとこのくずを塗る作業が非常に面倒になるので、包丁の粗さこの目は細かくなりすぎないように、包丁を入れるようにしておりますかね。実にくずを塗りましたら、このくずがね実の水分を吸って多少実に馴染んできますんで、このままね5分ほど置いてから、湯に落としますと。ここから先ほどのアイナメを湯に落としていくんですけれど、まずはお湯に塩を1つまみ加えます。こちら氷水を用意しまして、そうしましたらアイナメを湯に落としていきますと。でこれねお湯に落とす際は一気に落とすのではなく、まずはこういった形でね紙にのせて皮目だけ先に、湯につけますと。皮目に十分火が通ったなと思ったら、今度は実全体をお湯に落としますと。もしねこの時にアイナメの実がしっかりと開かないようなら、多少ね箸でこう間に湯を回すような形で、全体に火が入りましたら、ここでアイナメを一度氷水に取りますと。氷水に取るんですけれど、中まで完全に冷やす必要はなくて、表面のくずが冷水に当たって、固まりましたらこういったね麺機などにあげますと。でこれねなんで皮目から先に火を通すのかというと、当然ながら皮目は硬くてしっかりと火を入れないと噛み切れないからと。逆にね皮目が柔らかくなるまで火を入れてしまうと、身はね包丁を入れて一枚一枚が薄くなってる分火が入りすぎてしまいますよと。そういった理由で、皮目に先にね火を入れて、そこから身に火を入れると。氷水に入れることでこの表面のねくずがしっかりと固まってつるんとした食感を、アイナメがまといますんで、僕はねこういった方法でくずたたきを作っておりますかね。アイナメにさっと火を通し終えましたら、続いてねあんを作っていきます。このあんはね、だしに、お酒を少量加えまして、あとはお塩ですね。お塩を1つまみ、香り付けに薄口醤油と、
いった具合で味をつけてください。味付けの目安はね、ちょっと濃いめのお吸い物程度を目安に、僕は味をつけておりますかね。だしがねひと煮立ちしましたら、ここに水溶きのくず粉、とろみをつけていくんですけれど、これね沸いてるところにねくず粉を落とすと結構ねムラのあるあんになってしまいますので、一度火を止めて、そこに水溶きのくずを落としていきますと。で水溶きのくずを落としましたらさっとかき混ぜて、ここでもう一度火を入れると。こうやって作るとねあんがダマになりにくいので、今日ずっとくず粉を使って作業をしているんですけれど、くず粉のね用意が面倒であるならば片栗粉でもね同じ要領でお料理できますんで、その辺はね勝手のいい方をお選びください。あんが再沸騰しましたら、先ほどのあいなめ、こちらをもう一度ね、あんに入れまして全体をさっと温めましたら、あいなめのくずたたきの完成でございますと。最後今回はね、このあんにあいなめを落としたんですけれど、もしねガス口が2つあって湯に落とすのとこのだしをあんにするのと同時に作業ができるようでしたら、このね工程は必要ないのかなと。あとは、お料理盛り付けて完成でございますと。盛り付けはねあいなめを盛りましてあんを張りましてといった具合でいいんですけれど、もしね青みを加えるならね山菜菜の花だとかうるいだとかを添えてもいいと思いますし、薬味はわさびなんかも当然ながら合いますし、あと春っぽいものでね木の芽なんかも、初夏でしたらこういったね青柚子、初夏のものをね、すりおろしてちょっとね振っても良いと思いますしと。この辺はね、春なら木の芽、夏なら青柚子だとかね、春の山菜を合わせてもいいですし、初夏のお野菜純菜だとかね合わせてもいいですしと。この辺のねアレンジがまた料理は楽しいかと思いますんで、好みの料理をお作りくださいませと。本日はねあいなめを使ってあいなめのくず落とし作ってみました。はい、以上です。